この名状しがたきネクラ女は1年半前の私である。当時の私はあの男の身の回りのものをもらうたび小箱に保存し、ご神体のように崇め奉ってはニヤニヤ笑うという邪教めいた儀式を繰り返していた。ほとばしるヤバさ、地雷女という言葉の見本としてこの時の私を採用したいくらいだ。闇雲なのよパズル、あれどっちだどっちだ、こんなハマり方はありなし。かけ違えたんだ多分、だから一度外してそれでそれじゃ解決しない事実は小説より気になる。どうしたらいいんだこんな難しい質問だとは予測不可能だ。そうだよね、じゃあ作戦じっくり立てるとしようか。もしかして漫画の中なら全部がすれ違い猫なズレとかの一振りで片付けられるけど、僕たちはそりゃ求めないし些細なことが大問題なんだ。悩んでいてもお腹は減っちゃうんだわ。きっとまだ僕たちはテレビとスピカの平行線上でちぐはぐな恋をしてる。季節が巡ったらさっきまでの君はもういないんだね。空に右手伸ばし探すわがまますぎるデイドリーム、素直でいたい素直でいたい伝えなくちゃ。だけど9000回はつきもので今日はダメ、歯がゆいままの2人だったな。なんで私あの男のパンツを、しかも今私何してた。死にたい。これじゃまるで欲求不満のひも手じゃないの。ネクラはとっくの昔に卒業したはずなのに。あの男がパンツなんか履いてるから悪いのよ。おかげで昔の自分が目を覚ましちゃったじゃない。このことがあの男に知られたら例の兄弟ルールの大違反になる。議論の余地も執行猶予もなしで即刻有罪。私はあの男の妹になる羽目に。それでよう、義兄の下着を盗んだ変態妹。私は変態じゃ。へえ、下着を盗むのも僕の身の回りのものを宝箱に保存するのも変態行為じゃないと。イリドお兄ちゃんだろうが、この変態妹が。お兄ちゃん。このままじゃ私は正気を失ってしまう。こんな不吉なもの今すぐ返却してこないと。問題はこの男がまだ起きてるということ。もうみんなが寝静まった頃合いを見計らって返しに行きたいのに、何をそんなに歩くことがあるのよ。寝るのを待つしかないか。物音がしない。やっと寝たみたいね。今がチャンス。
最初はグー、じゃんけんぽん。家族会議をするって言い出したのはそっちだろ。ほら、じゃんけんで負けた方が先行だ。早くしろ。仕方なかったのよ。ちょっとネクラ時代に先祖返りしちゃっただけで。普段の私ならあなたのパンツなんか何があったって。ネクラ時代ね。まるで中2の頃の君ならパクってもおかしくないと言わんばかりだけど、そう言える理由が何かあるのか？それも話さなきゃダメなの？この際隠し事はなしだ。徹底的に弱みを握り合う。その付き合ってた頃の話だけど、あなたからもらったものとかいろいろ小箱に入れて保管してたの。もしかして照れてる？何が？嬉しいの？私があなたからもらったもの集めてたのが。嬉しいわけないだろう。キモすぎる。それにしてもよくもまあ正直に話す気になったな。自分のやったことは適当にごまかして一方的に僕を責めることもできただろうに。今その手があったかって思っただろう。思ってないし、これはそうフェアプレーの精神。実は心の底では知ってほしかったんじゃないのか？この際素直に言ってみろよ。僕に自分の変態性をひけらかしたかったんだろ？はいはい、次はあなたの番よ。そうだな。まあなんというか、僕の場合は信じてもらえないかもしれないんだが、事故だったんだ。ブラが落ちてたから拾って、そしたら父さんが来て。なんだこれ。おお、風呂上がったか。だからまあ僕の場合は返すタイミングを逃しただけだ。はあ、卑怯！いくら言い訳でもあなただけそんな都合のいい。本当は私のブラに浴場して盗んだんじゃないの？違うっていうか、君も僕のトランクスを部屋に持ち帰ってるじゃないか。それは事故よ。パンツが落ちてたから拾って、そしたらお母さんが来て。何これ？あら、お風呂上がったとこ？タイミングを逃したっていうか、なんというか。君も僕と同じじゃないか。それより部屋にブラを持ち込んだりなんかして変なことしてないでしょうね。変なことってなんだよ。それは心配しなくても、脱衣所と僕の部屋、リビングに移動しただけだ。それ以外のことは誓ってしていない。本当に？本当だ。カップの部分を指でつついたりも？本当だ。ちょっと間があったんだけど。本当だ。そういう君も僕のトランクスで変なことしてないだろうな。匂いを嗅ぐとか。してない。変な間があったが、まあいい。分かっただろう。この件についてはお互いにアンタッチャブルだ。ええ、どうやらその方がいいよね。ところで水戸君。なんだいユメさん。これ完全にアウトよね。例のルールか。分かってる。ただの兄弟は互いに下着をパクり合ったりしない。ここから先は取引の時間よ。さて何をしてもらおうかしら、弟くん。痛み分けだからって容赦してもらえると思うなよ、妹よ。取引はこれでどうだ。お互いに公序良俗に反しない限りで相手に命令できる。命令？まあそうね、それでいいわ。よし、じゃあそれで。父さんたちも起きてくる時間だ。
今日もせいぜい仲のいい兄弟を演じるとしよう。その代わり家の外ではそれぞれ好きにやろうじゃないか。迷惑をかけない程度で。今朝のあれって結局アホな男女が2人いただけなのでは。何あれ、隣の子誰？はあ、デート？それぞれ好きにやろうじゃないか。迷惑をかけない程度で。好きにやるってそういう意味？しかも黒髪に黒縁メガネってまるで昔の私じゃない。黒髪に黒縁メガネの子か。ここ進学校だからね。そういう子何人もいるよ。そうだよね。それにしても放課後ワクドデートか。ユリドくんおとなしい顔してやるね。確かに物静かな割には優しいとこあるし、よく見ると結構イケメンだし、人見知り系の子はコロッとやられちゃうかもね。あの男、無垢でか弱い女子を食い物にしようとしているんじゃ。はあ！何このローファー。あの男もう連れ込んでるの？入学してまだ1ヶ月も経ってないのに。私を家に入れてくれたのは付き合い始めて半年も経ってからだったのに。もしもし。今どこにいる？は？家だが。お使い頼まれてたのを思い出したの。今手が離せないから代わりに言ってくれる？お願い。お願い。君が僕にお願いとは珍しいこともあるもんだな。うるさいわね。いちいち突っかからないで。代わりにお使いしてやるんだからこのくらいは許してほしいね。で、何を買ってくればいいんだ？そうね。そうね。あ、いや、そうめんって言ったの。そうめん。わかった。言ったみたいね。今あの男の部屋には女の子が一人でいるはず。軽々と男の家に上がり込んではダメと注意してあげなきゃ。なんでいるの？君こそなんでいるんだ？さっき外に出てったわよね。は？ない。ローファーがない。どうしたんだよいきなり。ローファーなら手に持ってるじゃないか。これは私の。そうじゃなくて逃がしたでしょ。さっき連れ込んでた女の子。は？女の子？連れ込んでたって何の話だよ。僕はずっと一人で。とぼけないで。ちゃんと見たのよ。ここにあった女物のローファーを。ほら証拠。それ撮ったのはさっきだよな。そうよ。自分の部屋を確認しろ。は？いいから確認するんだ。何よ急に。別になんともなかったけど。本当か？部屋が片付いてたり置物が動いてたりとかしてないか？はあ？そんな怪奇現象みたいなことあるわけないでしょ。ちょっとそろそろ説明してよ。結局あのローファーはあなたが連れ込んでた女の子のものってことでしょ。ああ、はいはいそうだよ。連れ込んでた。はあ？そんなあっさり。待ちなさいよ。なんだよ、僕は疲れてるんだ。わかるだろ。疲れ？義理の兄弟が帰ってこないうちに。
なんで君に説明しないといけないんだ、ゆめさん。ま、次からは気をつけるよ。今回の件は忘れてくれ。それじゃ。行ったり来たり何なのよ。私何か勘違いしてるのかな。私はまたつまらないことを大げさに捉えてしまってるのかな。どれもこれも彼女の仕業に違いない。ん？イリドくん、私と結婚を前提に付き合ってください。ごめん。君のこと知らないんだけど。バレないもんだね。は？まだわかんない？じゃ、ちょっと待ってね。じゃーん！南さん！正解！全然わからなかったちょっと待って、南さん。僕のことが好きなのか？別に嫌いではないかな。え？嫌いではない程度で僕と結婚したいの？したい！南さん、なんで僕と結婚したいんだ？それはね、イリドくんと結婚したらゆめちゃんの妹になれるから。は？本当は運動が苦手で涙ぐましい努力をして体力測定に挑んでたこととか、他にもいろいろ私だけに打ち明けてくれたの。完璧な子だって思ってたけど、そんなとこあるんだって親近感湧いちゃってこんな気持ちにさせるだなんて、ゆめちゃんってほんと小悪魔ゆめちゃんがお姉さんになったらいろんなことしてあげたいんだ。お風呂で全身ピカピカに洗ってあげて、湯上がりにはローズのボディクリームをすり込んであげて、ひらひらの純白のネグリジェを着せてあげるの。でもどうしよう、和服姿の湯上がりゆめちゃんも捨てがたい。そっか、家族になったら365日いられるわけだし、日替わりで来てもらえばいいのか。ねえ、結婚してよ。私尽くすタイプだよ。イリドくん、決意は固まった？いずれ私もここに住むのか。私、ゆめちゃんと一緒の部屋がいいなということがあってだな川波、確か前から南さんと知り合いだったんだろう。彼女は一体どういう人なんだ？熱しやすく、まるで冷める気配がない。何かに入れ込んだら一直線。しかも無制限に温度を上げていく。そして最終的にはドッカーン！大爆発！大爆発ってなんだよそれ。そうだな、身内の恥をさらすようで気は進まねえが、一つ例を挙げるぜ。中学の頃、南には彼氏がいたんだ。バカな男もいたもんだろ。当然南は尋常じゃなく入れ上げた。あらゆる時間を一緒に過ごし、あれもこれもと世話したわけだ。彼氏の方も最初は心地よかったみたいだぜ。好きな女が、それもまあまあ可愛い女が海外しく世話を焼いてくれるんだから、そりゃ男としちゃ嬉しくねえわけがねえわな。ところがそれから3ヶ月後のことだ。何が起こったと思う？彼氏の方がストレスで倒れて入院したのさ。
それが南暁の恐ろしいところだってことだ。あの女は好きなものを可愛がって可愛がって可愛がって可愛がり殺しちまうのさ。にわかには信じがたいけど、想像してみるとわからんでもないな。曖昧な態度は取らずにしっかりと拒否し続けろ。しつこいかもしれねえけどめげるんじゃねえぞ。もしあいつのやることの度が過ぎたら、その時はもっと直接的な策を講じるぜ。早速直接的な策を講じてほしいんだが。任せろ。要するにあの女にイリドさんのことを諦めさせりゃいいわけだ。こういう時使う手って言ったら、イリド水戸よ、お前は今からイリドさんのところに行き、こう告げるのだ。何よ。この前のペナルティを行使する。ペナルティ？そうだ、兄弟らしからぬ言動の下着事件のペナルティだ。ああ、あれね。公序良俗に反しない限りで一度だけ命令ができる。で、何を求めてくるつもり？明日僕とデートしろ。